あの子はなぜあんな表情なんでしょうか。生まれた時からそうなんですか？過去に何かあったんですよね。他の猫たちとあまり仲良くないみたいなんだけど。元の飼い主の飼育方法が悪かったんですか？心に傷を抱えているみたいだ。後遺症？感染症？喧嘩？どうしてあの猫はずっと泣いているの？ナツメグはとても悲しい顔をした猫です。彼は感染症の後遺症によりしょんぼりとした垂れ目をしていました。人間から見るとそれは深い悲しみを抱えているように見えたのです。野良猫だったナツメグが地元の保護施設に保護されたのは5歳の頃のこと。施設に来たばかりのナツメグは目を覆いたくなるほどの悲惨な状況だったのです。施設にやってきたナツメグは深刻な鼻の感染症を患っていました。体にはたくさんの傷があり、中には人間がやったと思われるものもあったのです。他の猫や野生動物との喧嘩の結果、彼の耳はボロボロになっていました。そのため、ナツメグは人間はもちろん、施設に入れられている他の猫たちも非常に恐れていたのです。それらは彼が送ってきた過酷な日々の証でした。感染症の影響で彼の目は垂れ下がっており、とても悲しそうな顔をしていたんです。と、施設のスタッフは当時のことを話します。ナツメグが回復するまで、その道のりは長いものでした。スタッフは献身的に心身に傷を負ったナツメグの世話をします。その結果、最初は怯えていたナツメグは、徐々に人間に心を開いていったのです。しかし、それでも里親を探せるような状態ではありませんでした。そこで、ボランティアの養育主さんの家で、人間との共同生活を学ばせることになったのです。その後、数週間かけて、他の保護猫たちとの関わりや、養育主さんの世話で、ナツメグの心は次第に落ち着いていきました。そして、彼は元気を取り戻し、再び施設へと戻ってきたんです。しかし、病気の後遺症である悲しげな顔は、そのままの状態でした。悲しげな顔のまま、里親を探すことになったナツメグ。ですが私たち施設スタッフの予想通り、彼の里親が見つかることがなかったんです。ナツメグはすでに5歳の性病で、もともともらい手が少ない猫でした。それに加え、彼の悲しげな顔は良い印象を与えるものではありません。その後、約9ヶ月もの間、施設で暮らしたナツメグ。しかし、ある日のこと、彼にようやく素敵な出会いがあったんです。見つかった里親は若いカップルでした。彼らはナツメグの悲しそうな顔に目が釘付けになったようでした。そして一瞬で心を奪われたと言ってくれたんです。私の彼女がネットでナツメグを見つけました。そしてすぐに私と一緒に保護施設を訪れたんです。ナツメグを見た私は彼の顔に一目惚れしてしまいました。その表情をとても愛らしいと思いました。そんな彼をこの場に残していくことはできませんでした。そしてすぐにナツメグの里親になることを決めたんです。と、ナツメグの里親になったタイラー・スタッドさんは語ります。一方のナツメグもすぐにタイラーさんのことを気に入ったようでした。タイラーさんに背中を何度も撫でられたナツメグは大きな音で喉を鳴らします。それは自分が幸せを見つけたことを周囲に知らせているようだったのです。それから数週間が経った現在、ナツメグは
すっかり私の家に馴染んでいます。新しい環境にすぐに適応して、いつもソファーの上で私と一緒に横になっているんです。彼はとても甘え上手で愛らしい猫です。私はそんなナツメグに出会えたことをいつも感謝しています。野良猫として過酷な生活を送ってきたナツメグ。その結果、彼の顔は悲しげなものになってしまいました。しかし、そのおかげでナツメグはタイラーさんに見つけてもらうことができたのです。彼の悲しい顔は今も変わりありません。でも、ナツメグの心にはもう悲しみなどないでしょう。なぜならば、大好きなタイラーさん一家と一緒に毎日を幸せに暮らしているのですから。